こんにちは、石井さん。はい。今日はお忙しい中、取材にも応じてもらいまして、いえ、ありがとうございました。大丈夫です。こっからは、石井さんの、なんで盆栽始めたかっていうか、商品盆栽のね、もうすでにレジェンド化している石井さんにいろいろ聞いていきたいと思うんですけど、なんで盆栽始めたんですか、石井さん。盆栽か。いきなりですけど。盆栽は代々そういう家庭に生まれたっていうかな。僕で4代目なんだけど、盆栽の材料、もちろん商品じゃなくて、大きいものの材料を作っとった家で、自分の親がじいさんひいおじいさんがそれをやっとったんだけど、自分の親は造園関係、そちらへ移って、で自分は何やろうかなと思ったら、ちっちゃい時から盆栽屋さんが遊びに来るから、そこの家行ったり何かしてもらってきたり、種まいたりしたものが、始まりかな。でそれが楽しくて、また時代も良かったから、売れるんですよ、それが。それ子供の頃が売ってたの？そうよ。例えば常盤忍、なんかこのぐらいの常盤忍がね、大体どうだろう、15センチぐらいかな、そのぐらいのもんが2000円売れる。すごいね。それを2000円で最初5個買ったのよ、中学校の時に。よく金あったね。それは親だからさ。それを炭の上に乗っけて、棚下って日陰で作ったら、またよく増えたのよ。これを割って水苔でちょっと積んで鉢入れて、それで大体6寸ぐらいに入れて2000円かな、それで飛ぶように売れたのよ。まるでまるまるこうみたいな話の、そんな時代だったのね。そうなんだね。結構僕なんかも親に聞くと、昔子供の頃から商売するっていうのは、商売じゃなくて偶然そういう人が来るから、これ売れやって、おい坊主売れやっていう話なんだよね。でそういうのが楽しくて、で盆栽って儲かる。それは常盤忍が盆栽じゃなくて下草で使ったの。で誰も作ってなかったの、この地域。実はどこから行ったら、四国の新居浜、五葉松の苗を親父が買いに行った時に、父親が買いに行った時に一緒についてって、そもそもその見つけて、向こうでぐずって買ってきたのがそれなんだよ。はい、与えて。昔の2000円ですからね。今の2000円と違いますね。あんな自分誰も見向く店なんだけど、これはいいと思って。今の2万円ぐらいするのかもしれませんけど、そんなのがきっかけだね。それでもともと自分で家にもあったから、そういうものをなぶって遊んで、仕事しながら遊んでたかな。それが成り立ちだろうと思う、今思うとね。商品盆栽らしきものから、素材お父さんとかそれは代々素材屋さんやってて、石井さんが教わってやり始めて、商品盆栽らしきものを始めたのはその四国の時で御用1本1000円で10センチぐらいの未生を曲げて作った木を買ったの、模様木を。それがスタート。それがね20年ぐらいまでは生きとった。その木が結構太くなって、枯れてないんだけど、それが始まり、できるもんだと思う。石井さんも10いくつからどっか修行行ったんですか？修行はね、10代の後半に横浜の、もう今とてもじゃないいない人なんだけど、一番最初は篠崎藤太郎行って、万さん、知らない。万さんっていう超有名な関東のいたんですよね。最小院か今でいう、その人の弟子で篠崎藤太郎っていう、通称父ちゃんって名古屋方面もよく出てみえた明治の生まれの親方が俺の親方で、横浜のちょうど伊勢崎町からちょっと入ってったところに住んで、山本町いうところに住んどったんだけど、そこでしたら向こう行って3ヶ月ぐらい経ったら病気になられちゃって、それでもう病気やっとっても盆栽はあったから、よく時間があれば遊びに行って泊まって、その帰りに商売やって、あっちこっち歩いて、その時に知り合ったのが川崎なんだ。川崎の
大門さん、当時みんな両方ともお若かったと思うんですけど、そこでよく寝泊まりして、商品を関東歩いた。でこっち持ってきたりしながら商売始めてね。それがもう20歳、20歳ぐらい、もうまあね、その頃からもう盆栽儲かるんだなと思ってやってたんでしょうけど、作風店なんかも随分古くから出してるよね。まだみんなが作風って言わない時代に出したのかな、あの時は黒松と、今言われてる一切オレンジ、それの言って印海賞か、当時3点ね。昔の本見たら随分髪の毛が多かったんだなと思いましたけどね。今いまだに髪の毛はねまだ健在みたいですけど。だから一切オレンジはあの時から一切オレンジ。名前知らなんだで、オレンジはみんな、みかんはオレンジだ。ほんで2月みかんって言えばよかったのに。みかん一切オレンジって言うから売りづらいんじゃないですか。一切オレンジなんて。そうっすか。画期的なネーミングだった。みんなそんなこと言うんだよな、カタカナつけて。まあ困りますけどね。後々の人がね。あれもネーミングだから。まあもう日本名にしてください、次からね。名前つけるときは。でまあそんな感じで組合なんかもその当時入ってたんでしょ。大物組合だよね、当時はね。いやまだ入ってない、商品が先。商品の組合っていうか、まあ最初の頃のね、第1回画風展なんか、今の画風展、昔の名品展かな、第1回は大丸でやったの、その自分からも教会は後なんだ、教会のが後で組合みたいのが先だったんだ。で組合がどんどん繁栄していて、それでまあ組合入って、だからもちろん初期なんだけど、入ってまあ適当に商売しとったんかな。まだ大物の方はあんまりやってその自分から併用して言わないだけで、でいろんなことをやっとって、で商品組合のいわゆる一番最初はね、支部長みたいなことやって、それから理事長、今の言う理事長、昔は組合長が変わるときに、なんていうの、金沢の園木さんがちょうど組合長やられたときに、やっと園木さんぐらいから分かってきました、僕は。それで会計か、その前に坂下さんが実は会計やっとったんよ。でその時に坂下さんが会計辞めるから「お前やれ」ってまだ20代の前半でやらされた。まあ坂下さんも随分推しが強かったでしょうからね。というより友達みたいに可愛がってもらっとったから逃げれなんだよ。でそういうのがやっぱりきっかけだね、いろんな。そういうのでそういう役職やったり何かして若い時から、そうするとやっぱり広範囲で動くようになるし、でやっぱり商売もそのように。まあね、そういう役やるとね、本当にいろんなところに会議とか行かなかった、やっぱりね、なんていうかな、そのうちらの時代は本当にいい時代だった、買って損するいうこと、作って損するいうことは全くない時代だ、でもあったんよ実は。それはあれでしょうね。あるけどそのぐらいいい時代だったと思う。ね、本当に車1台買ってきたらすぐさばけちゃったとか。ね、当時はそういう話ですよね。笑えるような話がね、いっぱい今では現実味ないような話がね、いっぱいあった時代だからね。だからそれがうまく乗ってきたんかな。だいろんなことやって、まあ盆栽ね、この商品に関してはそういうふうで、まあ現在に至ってるわけだけど、今はもう後継者がいっぱいおればさ、自分の分かってることはみんなやっぱり伝えたいし教えたいし。聞いてほしいんじゃないしね。聞かれたら何でことをあんまり秘密にすることもなさそうですけど、昔は随分ありましたよね、秘密なことがね。言わなかったからまあ今はなんかね、もういい人になってきちゃったんで秘密もなくなってきたんでしょうけどね。それはあるかもしれない。まあ教会なんかもね、初期の団体、一番最初作る時から紛争して、初期の理事長ね、の顔一緒に。初期の理事長なんだっけ？山本さん。山本さんだったんだ。2代目が真澄さんね。3代目が例の人で。例の人で広瀬さんか。まだそれしかなってないんだね。
組合と違って協会の方は理事長長命ですね。長命やはりね、弱小だから変わるとやっぱりダメ。まあ皆さんね、努力していろいろ。それで変わらなかった俺一人だけど生き残って、まああんまりほらね矢面に立ってないから生き残ったのかもしれないですね。そうだな、それはあるだろうな。まあいろんなこのタイミングっていうのがあって、やっぱりそういうところで自分のポジションって変わってくもんね。だけど一貫してね、まああるあっくんの身近におる連中なんかもよく言うんだけど、石井さん昔と今も考え方何も変わってないよ。まあ一貫して全部一箇所だけはレールはきっちりそこから外れてないみたいな、最初思ったことと今思ってることと。それは何なんですか？それはやっぱり協会員、協会員がうちら業界を食わしてくれたり、また手本になったり、いろんな意味で支えとってくれると思うんだ、この商品の業界をね。だからそれをおろそかにするような考え方、運営の仕方、それはもう絶対ダメだと思ってるから、それはもう最初からいまだに変わってない。まあ本当ですよね。皆さん盆栽、商品盆栽を好きでそういうのを広げたい、でまたそういう商品盆栽をこうやるっていうか接するのにやりやすい環境に皆さんねアイデアとか情報をね共有してやる人がどんどんまた今でも増えていくっていうのは今協会でも考えているところだと思いますけどね。わかりました。ではですね、次ね。昔はほら結構まあね、こういう動画ですからカットするとこはカットするんでやばいこと聞いちゃったらカットされると思うんですけど昔は協会の支部結構有効だったじゃないですか。いっぱいあったね。だからだんだん高齢化でもねまあずっと長年見てきてよくわかるのは、まず協会の支部の後ろには必ず業者がいる、と連動してやらないとまず運営できない、それがネックだね。というのは協会員だけで支部を運営するいうのは、いろんな伝達とか考え方とか何かで、結構どんぐりの背比べで、八つ頭と一緒でいっぱい親分ができるわけ。そうすると分裂しちゃうね。でも大物の支部なんてのは基本的に協会員が支部長やってる人が多いんだけど、商品業界は意外と趣味家がやらずに業者がやってることが多いね。そうみたいですね。だからまあうちも会あるんだけど、初期の会があるけど、まず自分自身が一度もやったことないし、だから本来姿としては、まあそこの園主とか業者がその支部を運営するっていうのはの頭に立ついうことはどうかなっていう考えも浮かばれてくるね。確かにね、協会でも支部活動っていうのは一番重要な一つだと思いますけどね。まあ僕が言うのもなんですけどね。地域差があってね、これは言えない。なかなかね難しいところもあると思うんですけど、将来どう思います？将来はね、支部っていうのは絶対必要だと思うんだ。要は交達員じゃないけど、連絡係だと思わなかわけ。だけどやはり人間って何かな、一つの役職っていうのがさ、重きに感じる人と、うまく利用したい人といろんな人がおると思うんだわ。まあ今利用する人もあまりいないのかもしれないけど、気持ちの中にね、そういうのがなくして、やっぱりまあ人のため、会員のため、自分の周りのために動ける人がいっぱい増えてくれると、少しでも増えるかな。講習100回やってもね、一人の人がさ頭下げて歩いてくれる方がよっぽど会員増えるから。そうだよね。まあその情熱っていうかね、友達がやってるから盆栽やろうっていう人もいたし、で友達がいないとね、知り合いがいないとね、盆栽は発展していかない。
その趣味の中で、やはり負けたない悔しいとかそれから今そういうのコンプライアンス引っかかるらしいですよ。まあ競争するとかあんまり。まあだけど引っかかるんだけどそういう競争心っていうの闘争心っていうの、そういうのがあるかないか、まあ情熱をね、傾けて一生懸命自分のペースでやっていくっていうのが意外とね、他の趣味だとそういうのでさ、結構引っ張ってる人おるんだよ。いやそりゃそうですよ。ただ今難しくなってる話ですね。お山の大将はいかんみたいなそういう話になってきますから、あまり人にストレスを与えないような感じでやっていかなきゃいけない。やり方でやるとね、だいたいタガが外れてねどっか行っちゃうんだよな。ね、いろんな、まああとは昔からね名古屋で商売やってきていろんな人名古屋はね、でかい盆栽屋さんが、大きいものやってるね、盆栽屋さんがやっぱり全国的にも多い方だったから、まあその中で商売をさ、20代でやろうと思ったら、容易な世界じゃなかった。でまあね、誰でもなんで商品やったって聞かれたら、商品誰もいなかったんだ。いたはいたけど、別にそう感じることなかったし、害があるわけじゃないやって。で商品が一番盲点かな、で商品をまあ一気にやったら意外とお客さんが周りにおってね、知らなかった、それがうまくいって、で通常の人が扱うものではこれはダメっていうことで、それでまあ親方のつてとかは知り合いとか、関東の方を使って、東から西へ運んだのかな。それで売るものと、家に残すもの、この2本立てで、やって家に残すものは当然お客さんと自分の趣味、その併用しながら商売しながらそれやって、まあ一時何年15年ぐらいかな、自分の前世の時代を築き上げたかな、それが全部お客さんのネタなんです、まああっくんが知ってる。まあね、昔福井さんがいたりその前に須藤さんがいたりとか、いっぱいね、当時ね展示の方でも一世を風靡してる状態だったと思う。まあ画風展なんかでもね、80% の映画 60% ぐらい賞を取ってみたり、ああいうことばっかりやっとったから。そうだね、そういうのとか、俺なんかが始める頃にも石井さんとか広瀬さんが虚空展なんかはもう2人じゃないと受からないっていうような感じの時にやっと僕もね一心報いるじゃない70回のね、前期後期の虚空賞の時も、商品で初めて虚空賞出たのもうちだし、あの時に前期、関西で全部抑えたのも俺だし、だからそういうことができたやっぱり人の助けの時代があって、まあそういうのあって、まあお客さんとは高齢化になってきてこれ以上やってもらったら困るなっていうところで、交代しようと思って、で交代始めたんで、交代って商売の交代じゃなくて、まあお客さんを育てるね、交代が始まって、新しいお客さん持たなかったから、まあそこでチューブが結構弱くなってきた気がするんですけど、まあ石井さんのお客さんチューブって感じでもないしね。そうだ、大阪もとか関西圏が多かったような感じもするしね。なんだろう、人に言われるのがね、意外と強いんだよ、強いんだけど、嫌なの。嫌なのね。あいつが全部やってるとかあいつが何々って言われるのはだったら俺やめるって、まあほらね、やはり商売で盆栽やってますから、人の利益を潰す場合とかそういうこともまあ商売やったら当然あるし、そういうところでいろんなところから話はあると思うけどね。まあそれはその当時だけじゃなくて今もあるんだろうけど、そういうのが嫌でさ、そういうこの世界の中でこの渦に入ってやりたないと思う、そしたら自分の世界に来た方の楽かな、と同時にやっぱりチューブでね、
商品っていうのは大きい世界から、なんあいつ商品やっててものすごいバカにされるなんでだろうね。本当にひどかったひどいね。いやどこでも結構ね商品ってそう見られるとこあるみたいよ。今はないよ。ないけどね、まあ今も本当にひどかったよ。ああそう、それがどういうことが起きたっていうのはまあそれではいかんからって自分で力つけるから、だからお客さんいっぱい探して、その大物の業者に勝てる、小さいお客でも10人集めれば1人に勝てるわけ、それを目して100人ぐらいのお客作っちゃったんよ、いろいろ考えてましたね、当時ね初めの頃もまあ30年40年ぐらい前の商品盆栽に比べて随分樹形なんかも変化してますよね。すごい変化してる、まあ誰でも分かるように、昔からの写真をねずっと見ていくとね、最初の初期の商品っていうのはもう本当に恥ずかしい、今思うと、だけどあれはあの時代でいいわけ、だけどそれがどんどん進化して上へ向いていくことによって、今まで見たことない鉢とか食とか、そういう道具類がいっぱい出てきた、当時見たことないうちらの、それがいっぱい出てきて、どこにあったのどこにあったのっていう話がね、本当に出てきた、こんなことあるんかと思ったことある、だけど現実それをやる人がいなかったから出てこなかった、だけど持ってる人はおったんだ、それが現実に浮上してきたわけ。なんでその人持ってたんだろうね、そんなもんね。その当時俺らが盆栽始めた当時にあるんだよ、あるんだけど出てないのよ。なんだろうね。なんだろうか。一枚ずつは見とるんだよ。まあ商品そういうんで、だから商品協会の展示会が画風展があることによってそういうのが表に出てきたんだろうね。これ起こされたね。ほんでこれはと思って面白いから鉢なんかもいっぱい買ってみたけど、かといって鉢屋さんには勝てなんだ。どっから出てくる知らんけどまあそれ専門でやってるからいつもそれに 100% 力をね、振り注いでいくわけですから、石井さんみたいにいろんなことやってるとね4分の1の力しか鉢の方にいかないですからね。だけどまあそういうことはね、いいことだったなと思う、今思うとね。随分本当に鉢も変わってきたし、まあ鉢はね、その40年ぐらい前でもなかなかいい鉢っていうのは。だけど一番変わったのは木だよ。木は変わりましたね、随分ね。大きくなったって言うけど、それ以前にねこれだけ木があったのかいうぐらい浮上してきた。そうまあ40年前から今じゃなくても10年前から今とか20年前から今って言った範囲でもどうしてこういう木あるのかっていう木がありますよね。第一線をね、歩いてきてね、何十年と歩いてきて思うんだけど、まだあるのか。それで先ほど見とった金図なんかは、こいつは絶対ないと思った、世間歩いて、最初ちりめんやったの、ありすぎて手に負えん、金が続かん、で金図がいいなと思って、金図のでかいもんからちっちゃいもの、何でもかんでも集めた、まあないわけですよ、それは生産しとったから、こうしたら意外と金図は世の中になかった、今なんかものすごいあるんだよ、俺が思った時代。いや本当にね20年前でこんなのなかったなっていうのもね今普通にあるんだよね。それをね作っとったんだなしに、あったのよ。あったの？あったのよ。どっかに鉢に入ったりなんか隅っこであったのよ。それがみんな売れるから掘り起こしてきた。だから世の中にどういう風に寝てるかっていう素材が、例えばモミジとかカエデなんかでもこんなに苔順がいい木があるのっていう木があるじゃないですか、たまに。あるよ。どこにあったんだろうねって思う。やっぱりお客さんだね。お客さんの棚に眠ってる。で昔俺好きなのは昔の例えば30年前の盆栽で国運で取ったとか、金図なんか現実にあるの、千葉から出たやつ、このぐらいに来て当時こんなの一葉の調布に入ってたかな、それで国運通っとるのよ、それが四国行っとって、偶然こっち帰ってくる時に俺見つけたの、で分けてもらって買ってまだ現在うちにある、もう30年以上だよ、それ今持ってる、今これ持ってるけどまあ商品じゃないですけどね、それはね、そういうものでね、やっぱり現実にね長く生きてるねえ、本当に10年盆栽持って10年とか20年っていう数字は
盆栽だけ見てると大したことない。大したことないですね。まあ人は10年20年って経つとね随分変化しますけどね。現在あるやつでも20年30年でざらにうち金図あるけど、そういうこと考えると、まあ生産して商売にはならんにし、だけど歴史作るのには金図が一番簡単なしに一番やりやすいと判断してやりだしたのが金図。石井さんはね、だから集めっからかしらまあ石井さんはまあ金図ね昔から得意だし、そういうふうに名前も売れてる。ただ他の小博でもまあ雑木なんかでもそうだけど、商品盆栽でももう誰がもうこれ昔持ってて誰がこの時使って誰がっていうこのストーリーが生まれてくる商品盆栽っていうのも今の時代増えてきましたよね。増えてる。それで昔見たのでも、もう今記憶随分薄れてきてるけど、何かのアクションがあれば、まあすぐ思い出すし、それはまあ仕事だからそうだけど、もう頭の中にいっぱい入ってると思う。だから過去のもの、まあ、自分で作ったものは2回目3回目ってさ、外にあっても俺買わない。理由がちょっと俺自分自身わからないけど、たまには買う。だけどああこれそうだなと思うだけで、なぜかな、何か違うんだろうな。逆に買えなかったもん買うよね。当時買えなかったなと思うとね、それが楽しいね。だから自分で作って売ったものっていうのは一つ結果を出しちゃってるからな。愛着がない、他の人は愛着持って管理してますから。ただ自分のこの系列、お客さんの系列の中にあるものは、そう邪険にはしないけど、外で出したものは、まあ大概ね見てみようふりだよな。だけど時々戻すものもあるけど、まあね当時買えなかったっていうのを大人買いする時はね、あるな。逆にそっちの方が増えてると思いますけどね。あの時これ買えなかったんだななんていうのをね買ってみてね。そうでもマンネリ化すると一番いかんな。